はい、どうもこんにちは、チャラです。今回からですね、日暮らしの泣く頃に卒の感想考察動画を上げていきたいと思います。感想考察ということで、旧作の日暮らし、今期の日暮らしの泣く頃に卒、前やってた5のネタバレを含みますので、見ていない方はご視聴をストップしてください。はい、それでは、まずは第1話のストーリー要点振り返りということで、振り返っていきましょう。それでは、どうぞ。はい、それでは第1話の振り返りやっていきましょう。鬼魂編の、流れに沿って1話がやっているんですけど、前回の放送と大きく違うところは、初めはないかなと思って、ケイチ、レナ、リカと移っていくんですけど、ここでね、カレンダーを見るリカちゃんをね、見つめていたサトコが、こんなことを思ってたんだなっていうのが、ここで分かったシーンだと思います。こういう感じで裏側を見せてくれる感じで進んでいくのかな、卒は。はい。回答編ということでね、はい、どんどん進んでいくんだと思います。はい、ということで、オープニングの方は飛ばしていきましょう。後日こちらは動画にして出す予定です。はい、場面がレナの家に変わりまして、レナのお父さんが初登場ということで、おめでとうございます。レナのお父さんは、二日酔いしているということで、記憶のフラッシュバックはない感じですね。沖宮のリラのところに飲みに行ってますので、行動に変化がありません。という感じでしょう。レナに関しても嫌そうな感じはしていますが、特に発症とかはしていない様子です。はい、さーっと場面が飛んでいきまして、重要そうなところだけね。ゴミ捨て場で、レナとケイイチがケンタ君人形を探すシーンで、富武のおっちゃんと合流してお話をしますと。はい。この辺はゴミ捨て場は結構重要なんでね、映しておきたいなというところだと思います。家に帰ったところで、レナのお父さんとばったり遭遇したと。はい。そこでお父さんが沖宮のリナにね、呼ばれて、沖宮に行きますということで、レナは嫌な感じになってるんですけど、お父さんどうしようもないですね、今回はね。はい。で、レナがうつむくんですけど、ここで、PV のシーンが出てきましてね、はい。嫌なことを忘れるために、意を抜いて、レイナからレナになったということで、レナと、レイナからレナになった経緯がここで、詳しく説明されているということで、この死んだ顔のレナもね、可愛いですね。迫真に迫る感じで。はい。で、部屋に戻って、リナの、もう言いにくいな、リナの名刺を発見して、沖宮の方に出発するという流れになります。はい、場面が変わりまして、学校で部活メンバーが宝探しをするという流れになりますね。この辺も同じですね。はい。で、ここでレナが、一人ポーっとしてますけど、これはお父さんのことが気になってポーっとしてたということで、こういうことだったよっていう証だと思います。で、この後、サトコが KO されるんですけど、鏡越しにね、映ってるサトコの目が赤くなっているということで、これはどうなんですかね、そういう演出なのか、どうなのか。これね、ちょっと、このシーンだけでも結構謎ですよね。鏡に映ってる姿は赤い目なのに、ね、本当のサトコっていうか鏡に映ってない方のサトコは黒目ということでね。黒目に見えているけど、実際は、赤目の状態なんだよってことを表してるんだとしたら、普段からね、ずっと赤目なのかよっていう、そんな描写にも見えるんですけど、この辺はちょっと、鏡の描写なので、どっちなのかは微妙ですけど、ずっと赤目だよっていう描写だったらちょっと面白いですよね。そして、保健室の方で、サトコが、レナに H173 を投与するシーンなんですけど、これは普通に注射で打ちましたというパワープレイを見せてきましたね。一工夫あるのかなと思っていたんですけど、寝ているね、レナに
そのままお注射するというね、なんともパワープレイ。ここまで素直な行動をとっているとはちょっと正直思っていませんでしたね。考えすぎだったんでしょうけど、いろんな人がね。はい。そして、ゴミ箱に注射器をポイ捨てすると。これどうなのっていうね。めちゃくちゃ雑じゃんっていうね。はい。そんなシーンでしたね。この辺も、ヒントなのか、それとも、ただ単に、映しただけなのかはちょっとわかりませんが、この辺も後々考察していきましょうね。はい。はい、そしてまた場面変わりまして、レナが帰宅したらまたお父さんが飲みに行っていたということで、レナが、お父さんの部屋をガサガサすると。で、通帳を見つけて、なんだこの金額はと。どんどんお金減ってんじゃねえかということで、この辺でね、首ボリボリしてますので、かなり注射の効果があったということで、南沢症候群がどんどん進行している証拠だと思います。首かいてる時点でかなりね、進行しているので、こういうことなんだろうっていうので、はい。で、その後、過去のこと、過去編に行きまして、幼いレナと、レナのお母さんが、映りますということで。いや、幼いレナ可愛いですね。はい、可愛いですし、もう声優さんの演技がすごいですね。この無邪気な感じというかね。同じ方がもちろん演じているんですけど、この演じ分けがすごいですね。本当に。本当幼い感じ、無邪気な感じが出てて。いや、ここは聞いててすごいなと思いました。はい。で、お母さんですね。これお母さんデザイナーなんですけど、仕事先でね、不倫したということで、お腹にお子さんがいますと。えげつないことしてますね。はい。それはレナも怒りますよね。お父さんはね、働いてないというか、アルバイトぐらいしかしてなかったと思うんですけど、主婦ということで、家庭を守っている感じで、お母さんが稼いでいるというのが、レナ家の、形なんですけど、それで不倫してしまって、離婚するということで、お父さんが、落ち込んでしまうと。はい。はい、そこで、レナをぶってしまって、レナが泣いたところでお父さんが、ごめんなと謝るということで、ここでレナが、自分が頑張らなかったから、自分の判断がね、おかしかった、ミスったから、こうなってしまったんだと後悔するという、ここで、生き方を、考え方をレナは変えたんですかね。はい、そういうシーンですね。はい。この辺が、ちゃんと、映像化されているというのは、ご新規の方にもかなり親切な作りになっていていいんじゃないかなと思います。で、通帳を見たレナが、ボリボリした後に、沖宮の方に、歩いて行ったんだと思うんですけど、向かっていくと首ボリボリしながらね、だいぶ危ないですね。はい。で、レナの働いている先に入ろうとするんですけど、ボーイに止められると。そりゃそうか。はい、止められて、喫茶店で落ち着いている紅茶を飲んでいたところに、リナが登場ということで。はい、リナも日暮卒で初登場ということでおめでとうございます。やっとね、リナが登場したんですけど、なんかデザインがやっぱ卒になって一新されてね、はい、かなり可愛い綺麗な感じになっているんじゃないかなと思います。はい、そこでリナの話を、偶然聞いてと。この辺は罪滅ぼし編と同じですね。はい、同じ流れで話を聞くんですけど、で、聞いた後レナは、立ち去ってしまうんですけど、この立ち去った後ですね、これがちょっとびっくりしたんですけど、リナがね、いい人なんですよ。はい。いい人になってるんですよね。記憶のフラッシュバックがあったかどうか、なさそうな感じに見えるんですけど、リナはね、自分も一人親だから、そろそろ手を引こうかなと。今までちょっとね、稼いではいるんですけど、何百万と、稼いではいるんですけど、この辺で、一人親のね、気持ちがわかるから、手を引こうかなっていう話をしているっていうね、ここはちょっとびっくりするシーンですね。レナは聞いていないんですけど、はい、ここは、かなり面白かったシーンだなと思いました。はい、では振り返ったところで、ここからは気になった点などを話していきたいなと思うんですけど、今回の第1話でね、こ
この鬼騙し編、鬼明かし編の、結末のヒントになるような点は、そんなになかったかなっていう、まだ1話なんで、こんな感じで、明かしていきますよっていう話だったとは思うんですけど、やっぱ気になるのは、この鏡窓とかね、その反射を、使った描写がいくつかあるっていうのが、気になる点ですよね。これはGO の時からもあったんですけど、こういう描写、監督のこれは脚本監督の趣味なのかなっていうのもあるんですけど、オープニングでね、神社が反転してたりとか、文字が反転してたりとか、はい、そういうちょっと、反射してる描写、反転してる描写をいくつか出してきているので、この辺はこの物語のね、核となる秘密の部分に結構関わってるんじゃないかなっていう、そんな感じに思いますね。その中でやっぱ、今回のこの KO って書いてある、顔のね、里子が、映ってるシーンなんですけど、赤目でね、反射して映っている顔が赤目になっているということで、これをね、どういう風にね、捉えるかがね、難しいと思うんですけど、ただのこういう演出って言っちゃえばそれっきりなんですけど、ところどころやっぱリカとか里子が赤目になっている演出ってね、今回のオープニングにも出てきているんで、結構、すごい大事なシーン、大事な伏線だと思うんですよね、これは。で、これは多分、誰かに操られているっていう描写だと思うんですけど、これがね、誰かっていうのはまだ分かってないですよね。おそらくエウアなのかな、エウアだと思うんですけど、これがね、窓越しに映った里子がね、赤目になっているっていうのがね、すごく気になるんですよね。はい。ずっとこれ里子のことを操ってんのかっていうね、そんな風に思っちゃうんですよね。ずっとってわけじゃないんでしょうけど、目の色が変わっていない状態でも反射している里子の目が赤いということは、ずっと、利用できる立場にあるというか、いつでも行動をコントロールできますよっていう描写だと思うので、瞬間的に、コントロールしているところもあるんじゃないかなっていうふうに、考えました。この辺はまだって1話の段階なんで分かんないとは思いますけど、ゆくゆく分かっていくんじゃないかなと思います。はい、では気になった点、2つ目なんですけど、これはですね、ゴミ箱に捨てられた注射器の描写なんですけど、ここがね、結構引っかかったんですよね。雑に、やり直せるんで、里子は何回も。この辺雑に扱ってますよっていう描写なのかもしれないんですけど、あえてここのその捨てられた注射を移す意味はないと思うんですね。そんだけの話で。で、これあえて移したってことは、ここにヒントが隠されているんじゃないかなと考えまして、で、もう注射をここに捨てたことによって何が変わるのかと。で、レナはもちろん、見てませんので、レナには関係してないんですけど、この捨てたことによって、注射を使っていることが、他のメンバーというか、他の人にバレる可能性が出るってことですよね。単純に考えると。で、一番可能性高いのは、先生ですよね。千恵先生が、発見して、でも千恵が発見したところで何か変わるかって言われると変わんないんですけど、千恵が発見して入江に連絡して、入江が騒いで、診療所がどうたらこうたらなるっていう。診療所閉じてましたので、この鬼騙し編の3話か4話でしたっけ ?3 話かな。はい。それにつながる伏線だったのかな。パクられたことが、117さんがね、パクられたことが、この注射器ここで発見したことによって、公になって、ごたごたして閉じてしまったのかなと、そんなような、それを表している伏線なんですかね。
これが他の部活メンバーが発見してっていう可能性もゼロではないんですけど、その他の部活メンバーが、この後、この描写の中でね、この話の中で、保健室に行ったっていう描写がないので、ちょっとそこは可能性としては薄いのかなと思います。ゼロではないですよね、でも。ゼロではないんですけど、可能性としては薄いのかなと思います。もしあるんだとしたら、理科またはミオンあたりが、これを発見して、理科、どうなんだろうな、どう動くんだろう。レナの異変に気づくんでしょうけど、レナがこれをね、自分で打つっていうのは考えないとは思うんで、理科が発見した場合は、誰か、この H173 をパクったやつがどっかにいるぞってことで、その辺を疑い出すと。ミオンが発見した場合は、何この注射器みたいな感じで、H173 かどうかとかはわかんないとは思うんですけど、ミオンが発見しても入江先生に報告するとかね、千恵先生から入江に、話が伝わるっていうのでは、そんな変な流れにはなんないかなと思いますね。ちょっとミオンがね、裏で動いてる説ってのもあるんですけど、鬼魂、鬼明かし編ではミオンはそんなに動いてないのかなと思うんですけどね。難しいですね、ここは。罪滅ぼし編のことも考えると、レナのね、死体遺棄、隠した死体をミオンが発見するという流れになりますので、その辺の流れにつながるのかな、注射器が。そういう伏線なら面白いなと思いますね。これが大きい伏線になるなら、かなり1話目からぶっ込んできたなという感想となると思います。はい、ということで、日暮の泣く子に卒1話の考察感想動画は以上になります。もう2話の方はね、放映されていますので、2話の考察感想の方も、動画が完成次第配信していきますので、よかったら見てください。1話のね、動画の感想、考察とかありましたら、コメントにて書いていただけると大変嬉しいです。これからも、継続して動画配信していこうかなと考えていますので、よろしければチャンネル登録、動画への高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。